的ガレージにようこそ。今日お届けする動画はこちらの、昭和の軽トラポーターキャブになります。で今日はですねこのポーターキャブの、昭和的な改造をやっていきたいと思います。今日ご用意するのはですねこちらのステアリング、これを交換するんですけども、これがですねちょっとご覧いただくとモモのステアリングでメイドインイタリーで製造がですね86年の9月、今から36年前のステアリングになります。でちょうどですね私が当時プレリュードに乗ってたと思うんですけども、その頃につけていたステアリングをポーターキャブの方につけていってですねちょっとより昭和感を出していこうかなと思ってます。で問題はこのボスがですね合うかどうかで、なければまた購入しないといけないんですけども、合えばもうこのままつけたいなと。で家に帰ればもう一つボスがあるので、どっちかつくんじゃないかなって思ってますのでこれをつけます。でつける前に一回ちょっとコンパウンドで磨いて、このアルミ部分もだいぶくすんでいるのでこれちょっと磨いてきれいにした上でつけていこうかなと思っています。かなりくすんでしまっているので今から全体を磨きます。ブルーマジックを使って表面を研磨します。少し磨いてやるだけでかなり光沢が戻ってきます。ポリッシュが完了しました。いい輝きです。ステアリングを取り外す作業の前にバッテリー端子を外します。ホーンの誤作動を防ぐためです。バッテリーの端子を外したので今からステアリングを外していきます。通常ステアリングは裏側にホーンの部分を留めているビスがありますので、この裏側からネジを外します。ホーンが外れました。これが多分プラスの配線でステアリング自体がアースになってるみたいです。でこのプラスにこれ配線がされてて、この本体を押すとここと
例えばここですね、このステアリングのアースが触れて通電してホーンが鳴ると、そういう仕組みになってるみたいです。配線をよく観察すると、この奥がコネクターで止まってるみたいなので、この配線自体は引っこ抜けます。この部分で配線外したんですが、外す必要がなかったみたいです。はい、簡単に引っこ抜けました。じゃあステアリングの方を外します。ステアリングを外すときは必ずステアリングを進行方向にまっすぐにしておいてください。で、今回これだけずれてるんですけども、これはセンターが狂っててですね、この状態で車がまっすぐ走るんです。素人なんでよくわからないですけども、どっかギアボックスの不具合とかブッシュがへたってるとか、なんかその辺が原因でこれだけステアリングのセンターがずれてしまっているのかもしれません。今後の課題です。じゃあ外します。で、このステアリングを止めているナットですが、これ全部外さないようにしましょう。必ず一回元に戻します。今からステアリングを思いっきり引っ張るので、これがないとですね、ステアリングが外れた時に勢いよくこちらに飛んでくるので、前棒を折ったらいけないので、必ず元にある程度締め戻します。ステアリングを引っ張る前に潤滑剤を塗っておきます。外れました。よいしょ。30年ぶりぐらいのステアリングの交換で配線をすっかり忘れていました。これがプラスで、この軸自体がもうアースになってると思います。で、このガイドの突起とこちらの穴ですね。これを合わせてやって、で、こことこのプラスが接触して、で、これがアースでホーンを押してやるとホーンが鳴ると。そういう構造だと思います。こちらに少しグリスを塗って取り付けるようにします。今ですね、このステアリングをつけようとしたんですが、ボスが合わないです。で、もう一個、家にあったボスも取り付けようとしたんですが、これもボスが合わないんです。残念です。今からネットでポーター用のボスが出てるのかどうか調べてですね、あれば注文したいと思います。ポーターキャブのボスを注文しようとしたところ、困ったことに、同じポーターキャブなのに、ボスの種類が2種類あって、どちらのボスなのかっていうのがよくわからないの。で、見分け方は、シャフトの直径で見分けるらしいんですが、これがまたややこしくって、シャフト径が 15.5 ミリのものと 14.3 ミリのものがあるらしいんですよ。で、ただですね、このネジを切ってあるところの太さっていうのが今測ってみると、これは12弱なんで、まあ、ここの直径ではないだろうと。で、次に、このギザギザのボスを止めるところ、これの直径を測ってみると、15.8。で、先ほど言った 15.5 よりちょっと太めなんですね。で、その下がギザギザがのないところがちょっとくびれてて、これを測ると 14.6 ぐらい。で、一番太いところがですね、ここが17ぐらいあるんです。このシャフト自体が
太さが4箇所変化してます。インターネットにジャストフィットする太さがないんですよ。このシャフト径ってどこを測ったらいいんでしょう？はい。今ご覧いただいているのがハンドルの裏面です。このハンドルの裏面でもう一つの判定方法っていうのがありまして、ハンドルの先端、多分ここかと思うんですけども、ハンドルの先端とアース板の境がですね、平面か平面でないかっていう判定方法もあって、これは多分平面だと思うんですね。考えに考えた挙句、選定したのがこちらのボスです。早速取り付けてみます。取り付ける前にグリスを塗っておきます。合わないですね、これ。このボスじゃなかったのか。残念。不安が的中してしまいました。2000円と安いボスだったので、まあ救われるんですけども、もう一種類の方が多分適合するんだと思います。再度 Amazon で購入します。新しいボスが届きました。この OR18 を新たに購入しました。今回これが合わないとですね、非常に辛いです。まあ今からつけてみたいと思います。入りました。ウインカーの作動を確認してみます。大丈夫なようです。この後、裏側からネジを取り付けて完了になります。ステアリングの交換が終了しました。当時ものの30年ぐらい前のステアリングです。30年間よく保管してたなとつくづく思います。ステアリングを交換して内装の雰囲気が少し変わったのですが、また残念なことにですね、足マットはペラペラの足マットがついてます。こういったものも少し質感の高いものに交換したいなと思ってます。内装も綺麗なものにしたいなと思ってますし、この車4速しかないので、バイパスを走っていると、エンジン音が室内に響いてうるさいので、できればその防音対策をしつつ足マットを交換するとか、その辺も考えていきたいと思います。ぜひチャンネル登録してこの後の展開をご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。